e スポーツの中でも人気のジャンル格闘ゲーム。そんな格闘ゲーム界で今熱い注目を浴びるのがガチ君選手。実は彼広島県出身。去年ラスベガスで開催された世界最高峰の格闘ゲーム大会で世界中から集まったプロゲーマーを倒し優勝。世界一の栄冠を手にした。そのガチ君選手が e スポーツ道に参戦。プロ格闘ゲーマーの真髄を語り尽くす。今のやっぱ日本のトップのプロって最終的には勝っとるなっていうイメージが今すごい強いですね。さらに世界を制したテクニックを披露。直樹とのガチンコバトルも。はじめまして。はじめまして。プロ格闘ゲーマーレッドブルアスリートのガチ君です。ガチ君さんは、はい、おいくつでいらっしゃるんです？今年27になりました。27？はい。プロになられたのはいくつなんですか？プロになったのは2年前の25歳の時です。だからちょうど青2歳ですよね。ちょうど青2歳です。講師は広島県出身のプロ格闘ゲーマーガチ君先生。気になるテーマはプロ格闘ゲーマー論ですね。先生がね、はい、どれほどすごい人なのかということですよ。今はね、親近感しかわからない。そうですね。まあちょっと簡単に説明しますと、去年の、年末にあったラスベガスでカプコンカップ2018っていう世界大会で優勝しました。予選からは何人いるんですか？数万人はやっぱり出てます。でそこからまた絞って32人。ちょっと待ってください。そのカップに地球上から32人しか出れない。そうなんですよ。世界中に熱狂的なファンを持つ格闘ゲームの金字塔ストリートファイター5アーケードエディション。この世界一を決める大会が去年ラスベガスで開催。1年にわたり世界数十カ国で予選が行われ、それを勝ち抜いた32人の猛者たちが集結。2日間にわたりトーナメント形式で頂点を決める。その大会でガチ君先生が快進撃。並みいる強豪を次々と倒し、世界一の称号を手にした。その優勝賞金はおよそ2800万円。1円にして2800万とかそうですねが入るってことですね。はい。税金は？税金でまあ結構持って帰れるんですよ。でもすごくない？頑張ればそれだけのものはね手に入るチャンスはあるっていう世界ですね今。夢がある。そんなガチ君先生がプレイしているストリートファイター5とはどんなゲームなのか。私ストリート5がよくわかる。ファイターを抜かないで。ごめんなさいごめんなさい。ストリート5って言ったらさ、路上の5人になっちゃうから。最後には言えるようになりたいですね。そうですね。ストリートファイターズ5。ズはいらない。惜しいですね。惜しいですよ。ストファイって言いますわね。まあストファイでもスト5とかでも。どんなものなのか教えていただきたいです。僕そこからお願いしますよ。まあストリートファイター、歴史はすごい長いゲームですよね。そのシリーズの一番新しいゲームがそのストリートファイター5っていうゲームなんですよ今。その歴史は1987年初代ストリートファイターから。その4年後ストリートファイター2が登場し爆発的ヒット。社会現象ともいえる一大ブームを巻き起こした。その後も続編が制作され、現在のストリートファイター5と進化を遂げている。でルールを簡単に説明すると、
その体力バーっていう上のにゲージがあるんですけど、キャラクターの体力がそれをなくした方が勝ちっていう、まあシンプルな感じになってますね。ここにバーが出てきて全く同じことここにまあキャラクターがそうです。バーってやる、そうそうそんな斉藤にも分かるようルールをおさらい。対戦相手をパンチやキックで攻撃して体力をゼロにすれば勝ち。3ラウンドのうち先に2ラウンド取れば勝利となる。一度により多くのダメージを与える連続技、必殺技を繰り出すかが勝負の鍵となる。そして最大の魅力は登場キャラクター。見た目も戦い方も違う好きなキャラクターを選び対戦する。僕も大学生の頃スーパーファミコンでずっとあストリートファイター2ははい。ずっとやってましたね。メンバーもだいぶ増えました。そうメンバー増えました。ここでじゃあちょっと紹介こんな感じで。増えたねたくさんいるんですね。これが今そうストリートファイター5によるキャラクターですね。シリーズ当初からの往年のキャラクターだけでなく新キャラクターも加わり総勢35人。見たことあるとかっていう、見たことありません。見たこ嘘でしょ、あるでしょ。とない。見たことないですか。僕はねやっぱり昔竜を使ってたのかな、記憶だとね。シリーズ初代からの大人気キャラクター龍。真の格闘家の道を目指し自分より強い相手を求めて世界を旅している。師匠から話は聞いたぜ。必殺技の波動拳や昇竜拳を見たことがある人も多いのでは。先生はどれを使ってるんですか。僕が使ってるのはこのラシードっていうこれ中が東のなんそうですかねね中東の方のキャラクターでへ今回のその5からストリートファイター5から登場した新キャラですね。中東出身のキャラクターラシード。あいつもさ、風とパルクールを生かした格闘スタイルが特徴。素早い身のこなしで相手を翻弄する。ガチ君先生はこのキャラクターで世界の頂点に上り詰めた。そのテクニックを披露していただくことに。コントローラーもやっぱりマイコントそうですねこれローラー、そうそうはいこれが大体まあ選手一人一人持ってますけど、海外に持っていく時もこのレバーですね。先生が使うのはアーケードコントローラーと呼ばれる操作性に優れたタイプ。その特徴とは。4つボタンなんですよ。上はパンチボタン、基本的にで下がキックボタンで左から弱中強。ここはまあサブのボタンで例えばここで投げボタンをここにこの2個同時押し投げを押すのもここ1個で解決できたりすそういうるんですよ。のって設定していいんですか。それはレギュレーションとしてもうルールとして大丈夫です。例えば投げ技を出す場合2つのボタンを同時に押さなければいけないがあらかじめ設定しておけばボタン1つで可能に。しかも設定は自分好みにアレンジすることができる。じゃあそのまま始めます。そしていよいよガチ君先生との対戦。見せる時が来ましたね。絶対強いからもう私なんてもうやらなくていいやらなくていいね闇に散れ。ハンデとしてガチ君先生は普段あまり使わないキャラクターを選択。何も出せない。いいね。すごいね。まあちょっと見せすぎたっすね。ちょっとね。ちょっとやりすぎでしょう。いや衝撃の強さ。よし、じゃあ俺が敵取ろうか。はい、お願いしますよ。な、任せろ任せろ。そんな直樹を応援しようと斉藤が。よし。
私って学生時代チアリーダー部だったので、ここで応援してますから、頑張れ頑張れ中島さん、頑張れ頑張れ中島さん、頑張れ頑張れ中島さん。はいはい、じゃあやりましょう。ハンデとして先生はコンピューターがランダムで選んだキャラクターを使用。世の前にひれ伏すがいい。先生の圧勝かと思いきや、直樹も負けじと反撃。当然勝てない。ただ世界一の人とね楽しめただけでいやも本当に。あと意外に斉藤ちゃんのチアが可愛かった。そうですね。そういうプラスもあっそうた。途中からチアっていうのにいけいけ人んちみたいになってましたよね。応援ね。そう応援って絶対やっぱり入るでしょ。楽しいですね。やはり2人では相手にならず、そこで番組が最強の刺客を投入。この男の正体は。ホームテレビ最強営業部の松井さんです。やったー。どうぞこちらこちら。どうぞおおマイコントローラー持ってますよ。スーツに開け込む新しいですねこれ。広島ホームテレビの営業部松井隆義。格闘ゲーム歴10年以上、ホームテレビ最強のサラリーマンゲーマー。何かこうすごいんですよとかってのはありますか？ネットで今ストリートファイター5はスーパーゴールドぐらい。ちょっと待ってどういう会話ですか？スーパーゴールドって何ですか？かけたお金ですか？それともゲーム内での、プレイヤーのランクがありまして、オンラインでは勝敗のポイントによってランクが決まる。ルーキーから始まり20段階。松井はスーパーゴールド、先生はアルティメットグランドマスターの称号を持つ。じゃあ大会形式ってことで。そんな松井を相手に先生も本気モード。試合前に握手するんで。世界を制したキャラクターラシードで挑む。すごいすごい。なんで強すぎる。強すぎる。ただかスーパーゴールドいうことですね。このために東京に来ましたからね。ためだけに。もう一回だけ、はい泣きの一回。不要に上がるとこれか。一進一退の攻防を繰り広げる中、ここから松井が怒涛の攻撃を見せる。いいんじゃない？来たんじゃない？焦らないよ。先生が空気を読み手加減してくれたのか、松井まさかの大金星。果たして勝つのは。これ面白いやつや。読み切りましたね。読み切りました。ああ、じゃあもう読み合いがあったわけですね、そうですねこの間には。どうだった？いやもうめちゃくちゃ強かったです。いやもう嬉しい。窓じゃねえか。逆にこのホーム1というホーム1やっぱ基本的なコンボがしっかりできてますよね。おでーやっぱなかなかできる人って少なくて、それをその今対戦してやってここまでできるんだっていうのがあって、やっぱこれ伊達にホーム1じゃねえなっていう。こう先生のようにプロになりたい方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、
そもそもいつから始めたんですか？僕が格闘ゲーム始めたのは大体10年前ぐらいですね。で、当時広島にあるアミパラっていう大きいとこありますね。あそこの近くに家があって、でもうすぐ行ける距離だったんですよ。それは結構遊べたわけですか？いや、もう最初はそういう連携とかで僕全然わからんかったんで、もうとにかくなんかわちゃわちゃやる感じだったんですよ。10年前がその状態？そうです。だけどもう全然誰にも勝てんし、ただお金入れて強い人に倒されていくっていうのがもう大体続いてましたね。そんな先生が強くなるために取った方法というのが、当時強かった人たちの動きを結構動画で見れとったんですよね。時代だね。そこで勉強してたんですね。だけど言うたら格闘ゲームの知り合いっていうのが僕一人もおらんくて当時はね。で誰にも教えてもらえてなかったんで、言ったら最初は独学みたいなんでもう見よう見まねでやりよったところをそういう上手いプレイヤーの人を見るので、こういうのがあるんじゃとか結構いろいろ盗めたりしたんですよ。でそれを自分のもんにしてそこからアレンジして、こういうのできるんじゃとかでそこからなんか気づいたら強くなってましたね。そして2年前プロを目指すために上京。そこには格闘ゲーマーらしい理由が。もう広島でゲームをこれ以上強くなるのは無理じゃなって思ったんですよ。関東のこっちのレベルの高い人とプレイした時にすごいその差を感じて倒したいなっていう気持ちがすごいあって。ということは強い相手に言うなればコテンパンにされて、そうですね、もっと上へ行こう。なんでそこでプロになれば必然的に東京に行かないといけなくなるし、自分を追い詰めた状況でできるんで、じゃあもうダメだったらダメでまた広島帰ればいいしっていうので、本当に竜みたいなこと言ってますね。そうなんですよ。これ以上強いやつに会いに行くみたいなね。そう、ほんまそんな感じで。かっこいい。強敵に揉まれながらめきめきと力をつけていったガチ君先生。数々の大会に出場し実績を残していった。そして去年レッドブルとスポンサー契約。念願だったプロの道を歩み始めた。プロゲーマーになって、こんな大変なんだとかあります？一番思ったのは時差ボケです。海外にすごい回るんで、ひどい時はもう8週連続海外とか、例えばオーストラリアから帰ってきて次の日ヨーロッパ行きますとか、そのままアメリカ行く。すごいハード。本当にストリートファイターの画面じゃないですか。いや、そうほんまね、あれぐらい早かったら楽なんですけどね。そういうのでちょっと日本におる時も時差がやっぱりバラバラになっとんで、夜寝れんかったりで朝方になって眠くなったりで。一方でプロになって良かったことも。がっつり応援されるってことはなかったんですよ。ちょっと言うたら地方のちょっと強い人間だったんで、頑張れよみたいな感じだったのが、やっぱプロになって注目されるようになって、なんか熱の入った応援はすごいされるようになって、すごい嬉しいなっていうふうに。ファンとかいるんですか？ファンはね、おかげさまで年齢層幅広いですよ。その下は若かったら10代の子だとか、上だったら3、40の。性別は？男性の方が多いですよ。男子が何かプレゼントくれたりするんですか、ファンは？例えば地方のイベントとか行った時はそこの名産品みたいなの男ってそうなんだよな。本当にようこそみたいなね。そういう気持ちの人多いんですよ、男子って。いただいて。格闘ゲームの強さってやっぱりセンスなんですか？それとも練習で強くなれますか？僕はやっぱ経験だと思います。センスで強いなって思ってるプレイヤーで多分おらんのんですよ。でも読み合いとかあるじゃないですか。ここでこう来るっていう。でもそれも結局経験から来るもんがあって、今のやっぱ日本のトップのプロって若手20代もおれば30代もおるんですけど、大体勝ってるのが30代後半とか30代前半の人間勝っとって、若手がどんだけ反応が良くても結局経験を積んどる人間が最終的には勝っとるなっていうイメージが今すごい強いですね。どのゲームをするかっていうのにもよるじゃないですか。それこそストーリートファイター5しか今はしてないです。趣味程度ですよね。なんかちょっと空いた時間、例えば飛行機乗っとる時とか、結構暇じゃけ、その間に DS 持ってなんかゲームするとかやるんですけど、しかもストリートファイター5っていうゲームもすごい好きなんで、そっちに時間割くならストリートファイター5の方をもっと
上手くなりたいっていうのがあって、で結構他のゲームには手出さずにそれ一本でやるようにはしてます。そんな中ストリートファイターシリーズを専門にするプレイヤーならではの悩みも。結構ナンバリング変わるともう大きく変わりますか？変わります手触りがね、全然。大変。いやそこでもそこ変わがるんですかやっぱ僕らの今の課題なとこっすよね。まあ、6が出たらまずはそのゲームになれるように、練習するしかないですもんね。ストリートファイター5が得意な人がおっても6になるとそんなに強くないこともあったりするんで、勝つ人間は毎回でも似たり寄ったりなんですよ。その人らは勝つけど他のちょっと下の層とかはまたガラリと変わっちゃう。変わるんかなっていう。プロ野球と同じで、はい、もう結果が出なくなったら契約を解除するみたいなのもあるわけでしょ。ありますね、やっぱ。ねえまあそこのプレッシャーは特に今の僕より若い世代とかは感じる部分でしょうね。厳しいプロの世界で生き残りをかけて戦うガチ君先生、その見据える先とは。タイトル取ったりっていうのももちろん目標なんですけど、であもなんかやっぱそこを目標にすると結構熱冷めるというか、結局取れた時にじゃあ次どうしようってなってしまうんで、この e スポーツ並びにその格闘ゲーム業界に、やっぱ居続けたいんですよ、ずっと僕は。この最前線でゲームをしたいっていうのがすごいあるんで、この強さ以上の強さをもっと自分で出してって上位に君臨し続けるっていうのが今の目標でもありますね。